いというわけで、アニメ特権出演声優による全国ミステリースポット巡り、ミステリーチューブ第1回目の今回は、都内某所の心霊スポットからお届けしました。レポーターは私、日名倉莉子とよみねみはるとかむろあや、そして宮地まほろがお届けしました。第2回はなんと青森県のミステリースポットからお届けする予定です。では次の放送もアイズオンミー。またねー、バイバイ。本当？私噛んでなかった？大丈夫？っていうか、なんでマネージャーが仕切ってんのよ。ディレクターの仕事でしょそれ。リコ、MC すごく良かったよ。これならラジオもいけるんじゃない？緊張した。もうダメ。死んでもいい。私、やっぱりこういう撮影は苦手かな。どういうこと？次の収録は明後日でしょ？そんな急がなきゃダメなの？私も聞いてないよ、そんなの。どう変更になったんですか？今から青森？嘘でしょ。まさか着いてすぐにロケじゃないですよね？あれ？現状すでに無茶だと思うんだけど、私がおかしいのかな？リコ、わかるよその気持ち。青森って行ったことないから楽しみ。美味しいマグロと美味しい日本酒。みはるのそのポジティブさ、ほんと心から尊敬するよ。美味しいお酒が飲める時間あるといいね。マネージャー、着替えとか寮に取りに戻らせてほしいです。確かに。しょうがないって当然でしょ。7号車の6の D。 やっぱグリーン車じゃないのね。まほろ隣じゃん。私6の E。 みはるは？私5の D。 じゃああやが5の E かな。マネージャーも少しは気が利くじゃん。これ席回転できるでしょ？そんなことわざわざする？いいじゃん席回転させようよ。私一回あれやってみたかったんだよね。私もやりたい。仲間と旅してるって感じ。はあ、よく楽しめるねこの状況で。すいません。どうしたの？はしゃぎすぎて
斜め前の席の人にぶつかっちゃった？もう子供じゃないんだから。あや、どうかした？さっきから静かだけど。どうしたのあや？ないの。何が？私の乗車券。乗車券がないって。改札通ったんでしょ？だったらないはずないじゃん。それはそうなんだけど。財布とかカバンの中とか全部探した？探したんだけど見つからなくて。この流れだし、きっと来のいいよ。このまま座ってればいいんじゃない？そういう話じゃないでしょ。ダメかな。車掌さん、確認に来るからね。そうなの？それじゃあ無賃乗車だと思われちゃう。やだ、逮捕されちゃう？いきなりそこまでのことはないと思うけどさ。どうしよう。ジャケットの内ポケット探した？ちょっと待って。本当だ。あった。どうしてわかったの？そんな驚くこと？簡単でしょ。改札通った後の乗車券、カバンや財布にしまってないなら、あとはポケットしかないし。急いで着替え取りに行ってバタバタして、ちょっと暑くなったからって。あやホームに来るまでコートは手にかけてたでしょ？そうだった。コートを着てないなら行き先は必然的にジャケットになるよね。そして人間の心理的になくすとまずいような重要なものは外側じゃなく内側のポケットに入れがちなのよ。はあ、なるほどね。そして上からコートを着ちゃうとジャケットまで気が回らなくなる。まほろすごい。まるで名探偵みたい。いいってそういうの。で、席番号は7号車の5の E で合ってる？あれ？全然違う。6号車の12の C だって。は？あら、どうして？私だけ別の車両みたい。多分マネージャーの手違いじゃない？4人一緒がいいのに。あや、その乗車券まほろのと交換しよう。まほろちょうど一人になりたかったし。だけど。私が行くよ。みんなはここにいて。ほらあや、早く渡して。結局誰かはその席に行かなきゃなんないんだからさ。いいの？まほろ。私が行くのに。まほろは基本的に一人の方が好きなの。知ってるでしょ？そっか、わかった。あや、早くまほろに渡してあげな。
じゃあそういうことで青森駅のホームで待ち合わせね。なんだかまほろに悪いことしちゃった。まあ一人になりたいっての何割かは本音だから気にしなくていいと思うよ。そうかもしれないけど、普通泊まりならさ、着替えとかいろいろ準備が必要じゃない？その辺分かってんのかな？だよね。マネージャーってどうも抜けてんのよね、その辺がさ。でもほら、自分たちにとってもプラスになる仕事だしね。みんなで頑張りましょう。ホテルは取ってあるみたいなんだから。やっほー。あれ、まほろどうしたの？向こうの車両、マネージャーとあとスタッフさんかな。とにかく初めて見る人たちがいてさ。でマネージャーまほろを見て、あれどうしたのなんて言ってくるから、そこまほろの席ですって言ってやったの。そこでようやく私間違いに気づいたみたい。正しい乗車券と交換して戻ってきたわけ。なるほど、1枚だけ入れ違いで渡しちゃってたってことか。それだったら向こうも気づいてもいいもんだけどね。そうなんだけどね、思い込んでたってことでしょ。向こうもびっくりしてたよ。渡す時にちゃんと確認しないのかな。でもよかった。これで4人一緒ね。到着。いやー、長旅だったね。あ、マネージャーさん、乗車券ちゃんと確認してくださいね。あれ、他のスタッフさんたちは？スタッフさんたちと一緒だったんじゃないですか？まほろから聞きましたよ。そう。でもちょっとお腹空いちゃったね。賛成。そうしようそうしよう。私もうお腹ペコペコ。疲れたね。あれ、電気どこ？さっきマネージャーにルームキーのカードもらったでしょ。それを刺さないと。刺す？どこに？嘘でしょ。もうちょっと貸して。おー、着いた！最近のビジネスホテルだとこういうのが普通だよ。空調とか冷蔵庫の電気もこれ刺さないと入んないの。へえ、そうなんだ。物知りだね、まほろは。そもそも私的にはドアの鍵がカードって時点で驚きだよ。そのレベルか。いやー、だってホテルとか普段泊まらないじゃん。家族旅行も旅館ばっかりだったしさ。私が知ってる旅館はガチャッっていう鍵だったよ。ほら、やたら重いキーホルダーがついたやつ。これからは仕事で全国各地に行くことも増えるでしょうし、ちゃんと覚えときなさいよ。は
はーい、わかりました、マホロ先生。ねえ、まほろ、リコ、聞こえる？開けて。あれ、ミハルだ。どうしたんだろう。もしかして電気のつけ方わかんないのかな。あんたじゃないんだから。ねえ、お部屋の電気ってどうやってつけるの？私もこういうの初めてでよくわかんなくて。ミハル、アヤ、あんたたちもなの？はほらね。あ、今行くからルームキー貸して。ここね。ここにカードを挿すと電気がつくから。ついた。よかった。うわあ、まほろ、ありがとう。あれ？ねえ、この部屋、今初めて入ったんだよね。そうよ。だってさっき着いたとこじゃない。そうだよね。何？どうかしたの？なんでもない。多分気のせい。嫌だな。不安にさせないでよ。眠い。はい、頑張ります。まったく、落ち着いて台本読む時間もないわ。簡単な進行台本とはいえ、ちゃんと頭に入れとかないとね。立派な心がけ。リコは偉いね。ずっとバタバタしてて、なんだか落ち着かない。台本も大事だけど、今日一日のスケジュールが知りたくない？このロケ、交番表もないの？あれ？どうしたの、リコ？あの人、昨日新幹線の斜め前の席の私がぶつかっちゃった人だ。あの人もスタッフの一人だったのかな？そうなの？でも、それじゃあなんで一人だけ？それに、やっぱり今日のスタッフさんだったんだ。昨日マネージャーと一緒に新幹線に乗ってた人たち。みんな、いい表情してね。あれ？ディレクターさん、昨日と違う人なんですか？ふーん。はい、今回も始まりました。アニメ特権出演声優による全国ミステリースポット巡り、ミステリーチューブ。 MC は私、劇中では香り役の日名倉莉子、そして幸役の夜峰美晴です。タオ役の神村彩と。はい、主人公の茜を演じる私、宮地真秀の4人でお届けいたします。今日はですね、前回お伝えしたように、なんと青森に来ています。青森だよ。どう思う？みんな。私、青森は初めて。
やっぱり寒いかな。でも新幹線の移動とか楽しかったよね。楽しかったとか言ってずっと寝てたの誰だったかな。もう言わないでよ。美晴の寝顔すごく可愛かったよ。写真撮ればよかったな。私撮ってるよ。見せて見せて。やだ、あやいつの間に。って寝てる間に決まってるわよね。やだもう。はい、というわけで今回もこの4人でお送りいたします。なんで？私なんかまずかったです？どういうこと？何？どうしたんですか？音と絵が？もうしょうがないな。何が変なの？は？何これ？どうなってんのこれ？こんな音私たちには聞こえなかったよね。何？うめき声みたいな。映像もなんか変なの映ってる。白い影みたいなの。怖い。マネージャー、これ本当にカメラから撮れた絵と音？本当に？そう、その機材はあそこのだよね。ちょっと見てきていい？ダメよマホロ。スタッフさんたちの邪魔したら。どうなるんですかこの後。なるほど、しょうがないか。じゃあみんな私とアヤの部屋に集まらない？そうだね。私ちょっと怖い。4人一緒の方が心強いんだけど。ねえ、どうなってんのこれ？私もう帰りたい。気持ちはわかる。わかるけど、何かが引っかかるんだよね。まずさ、怪奇現象とか心霊現象って実際にあると思う？あるでしょう。私はあると思うな。ああ、やっぱり美晴は肯定派だろうね。肯定派っていうか、実はさっきスタッフさんたちが話してたの聞いたんだけど。何？もしかして怖い話？もうやめて。昔このホテルに泊まったお客さんがね、客室で心中
収したって事件があったんだって。それからいろいろとおかしなことが起きるみたいでね。このホテル、地元では有名な心霊スポットらしいの。嘘。マジで？マネージャー、それ知っててホテル決めたのかな？だったらちょっと嫌だな。はあ、心霊ね何？何の音？うめき声？嫌だ。ちょっとみんな外に出よう。みんな一旦落ち着いて。多分この辺じゃないかな。ほら、やっぱりベッドの下ってのも隠し場所にしては安直すぎでしょ。何それ？ちっちゃいスピーカーと音楽プレイヤー？そう、音源をスピーカー使って鳴らしてただけ。多分設定した時間で鳴らすように仕込んでたんでしょ。この時間になるように合わせてたとなると、朝からのドタバタもスケジュール通りってことね。みはる、これ知ってた？知らない。そう。なるほどね。とりあえず今回の件、ちょっとみんなと相談したいんだけど。もう何が何だか。私もちょっと状況についていけてない。それで何を相談するの？とりあえず一から話す。ちょっと長くなるかもしれないけど。っていうこと。この世には不思議なことなんて何もないのよ。リコ、アヤ。なるほど。全部仕込みのドッキリ企画だったってこと？多分だけどね。でもきっと今までも小さいハンディカメラとかでこっちを隠し撮りしてる人がいたはず。そう言われてみればいろいろ怪しかったよね。私がぶつかっちゃった斜め前の席の人とかさ。さすがまほろね。これわざわざ新規に撮ってるんだとしたら、多分何かの特典映像かもね。そうなのかな。多分ね。でもこんなドッキリ企画みたいなの、どこの誰の発案なのやら。そっか、こういうのが面白おかしく編集されて特典映像とかになるんだ。へえ。さあ、ちょっと気になったんだけどさ。どうしたのリコ？最初から全部仕込みだったとしたら、昨日撮ったミステリーチューブ特権プロモーションのネット配信番組っていうのも最初からドッキリ用の嘘なのかな。それ確かに気になる。どうなのかな。私さ、ラジオパーソナリティやりたいっていつも言ってるでしょ。
だから今回ラジオじゃないけど MC のポジションもらえたのがちょっと嬉しかったんだ。だからそれも嘘だったってなるとちょっとへこんじゃうな。リコ。いや、確実じゃないけど、多分それは大丈夫だと思う。どうして？昨日の収録と今日の収録でスタッフが違ったことかな。え？それでなんでわかるの？多くの場合、アニメやドラマの放送に向けてのプロモーションと作品の中身とでは企画の出所が違うわけ。それに伴って制作を請け負う会社も変わってくるし、当然スタッフも変わるの。ディレクターもしかりね。つまり、どういうこと？同じドッキリ企画の収録だったら普通そのまま同じスタッフで進めるでしょ？あ、そっか。そうだね。だから昨日収録したものは本当の番組だってこと。本当の第2回の収録もちゃんとあるはず。はあ、よかった。それを聞いてほっとしたよ。ほら、本来明日の午後から青森で収録の予定だったでしょ？それが急遽、特貫スケジュールで今日からになった。多分、本当の第2回の収録の前に、この特典映像と重式収録を入れたかった。ってとこでしょ。つまりこれは急遽決まったってこと？ここにねじ込むことは最初から計画に入っていたのかもね。だったら最初から予定変更って言ってくれればよかったじゃん。慌てて着替え取りに行く必要もなかったし。そういうドタバタ込みのドッキリだったのかな。そうか、なるほど。でもほんと人騒がせな企画だわ。でもリコの言ってたことちゃんと確かめなきゃだけどね。ドッキリさせられるくらいならまあ笑って許せるけど、出演声優の夢を嘲笑うような企画なんだとしたらちょっと許せないな。うん。私もまほろの意見に賛成。あ、マネージャー。うめき声に怖がって部屋を飛び出してきてもいい頃なのに、いつまでも出てこないから。それで様子を見にでも来たってこと？ねえみんな、まほろに合わせて。ねえみんな、まほろに合わせて。マネージャー、まほろ怖いよ。え、マジで？ほら早く。怖いなー、怖いなー。やだなー、やだなー。もう嫌。早く帰りたい。大丈夫。だいぶ落ち着いたから。機材の方はもう大丈夫なんですか？わかりました。落ち着いたらすぐに行きます。はい、すぐに行くので下で待っててください。何よ。いやー、
改めてまほろさんの演技力に感動したところですよ。バレなかったかな。あの感じだと多分マネージャーさん私たちがちゃんと怖がってると思ってるはずよ。データはなんとかなりました。だってよく言うよね。私なんだか楽しくなってきちゃった。ここからはまほろたちのターンだよ。何かするつもりなの？そりゃそうよ。今度はこっちが仕掛ける番。いいね、そうこなくっちゃ。でもマネージャーさんたちもきっと特権のディスクを買ってくれた人をもっと楽しませたいと思ってのことかもしれないし、あんまりひどいことはしない方がいいんじゃないかな。そうね、あまりやりすぎないようにはするけど、でも少しくらいはあの人たちにも怖い思いしてもらわないとね。そこで作戦なんだけど、ちょっと怖くて。部屋で声が聞こえたんです。なんかうめき声のような。はい、私も聞きました。美晴が言うには昔ホテルで心中事件があったとか。だからきっとそれでみんな怖くなっちゃって、もちろん私も。あやなんか泣いちゃうくらいで。そう。はい、今はもう落ち着いたんで、ロケは最後までやらせてください。はい、よろしくお願いします。ねえねえ、見た？あのマネージャーの嬉しそうな顔。見た。ディレクターも向こうからこっち見ながら喜んでたみたいだったよ。いい絵が撮れたってやつでしょ。まほろたちの手のひらの上だとも知らずに。本当だよね。じゃあロケが始まったら作戦通りにね。オッケー。任せて。はい、ということで先ほどのホテルから移動しまして、ここは青森市の某所にあるとある池の前です。かつてこの池で悲しい事件があってからというもの、水の上に浮かぶ怪しい影の目撃が相次いでるとのことです。昼間だというのになんだか寒々しい気配が漂っていますね。私本気で怖い。美晴はどう？私もちょっとこういう場所は苦手。なんでこんなところでロケなんですか？ほんと
なんていうかさ、こういう場所って軽はずみに近寄っちゃいけないんじゃないの？そうそう、たたられたりとか。やだ、やめてよ。ではこれからさらに近づいて撮影するということですので、意を決して臨みたいと思います。どうしたの？また何かあったとか？また？やっぱりもうこのロケがたたられてるんじゃ。撮影にうめき声が2回も入ってくるなんてよほどのことだと思う。お祓い行こう。今からみんなで。マネージャーもしっかりお祓いしてもらった方がいいと思う。あれ？ついさっきまでまほろたちが怖がってても全然平気そうだったじゃないですか。じゃーん！マネージャー、これ見覚えあるでしょ？そう、美晴と綾の部屋に仕掛けられていたもの。さっき収録の音声に入った音も全部これ。まほろのマイク越しにだけど。そう、もう全部お見通しってこと。ドッキリ企画は全部バレてるんですよ。私たちもう全部わかってたんです。私たちもう全部わかってたんです。こっちには名探偵がいるからね。ね、まほろ。もうそういうのやめてって。はいはい、とりあえず全部説明してあげて。ではなぜまほろがこの企みに気づいたか、今から順を追って説明するから。まず最初に違和感を感じたのは、新幹線に乗っていたのが昨日までのスタッフと違ったこと。同じ番組の収録なら普通同じスタッフが担当するはず。特にディレクターなんかはね。普通まほろも含めて演者は自分のことに精一杯だし、スタッフさんのことはそれほど深く意識してないけど、今回ばかりは新幹線でまほろにじっくりと顔を見られて、前のロケとスタッフさんが違うと意識させてしまった。マネージャーのミスでだよね。そう、あれは大きなミスだったね、マネージャー。そして昨日リコが新幹線でぶつかった斜め前の人は今日の撮影スタッフの一人だった。スタッフとマネージャーは別の車両でまとまっていたのに、なぜ一人だけまほろたちの斜め前に座っていたのか。おそらく斜め前のその席でまほろたちを撮影してたんでしょ、移動中の様子なんかを。これもリコがぶつかって謝るようなことがなければ
印象に残ることもなかったかもだけど。怪我の巧妙ってやつだね。そして今朝のホテルでのロケで音と映像がおかしかった件だけど、あんなの簡単。単純にカメラの映像とマイクの音声、それぞれに上から異音や映像の乱れを重ねただけ。ちょっとした機材があればすぐにできる子供騙しだけど、でもその場の雰囲気に飲まれれば本物の心霊現象のように思っちゃうかもしれないし、怖がってる様子を撮りたいだけならその程度の加工でよかった。でもまほろが機材を見たいと言った時、ちょっと慌てたよね。結局機材は見なかったけど違和感はより深まったかな。そしてそれは映像のトリックを見られたくないってのと同時に、どうしても拒否しなければならない理由があった。うめき声のタイミングだ。そう、美晴の部屋にあった音楽プレイヤーは設定時間で鳴る仕掛けだからスケジュールが重要だった。その時間に美晴と綾の部屋にいないといけないからね。雑な仕掛けだけど映像を見た後だと確かに効果的。私本気で怖かったもん。そう、それ。その仕掛け、先に新幹線を降りたスタッフが美晴たちがホテルに到着する前に仕掛けたんでしょ。女性2人が荷物を置いた部屋に勝手に入ったら、いくらドッキリ企画でもさすがに問題だからね。私たちが軽くご飯食べてる間に。そっか。ただ隠し場所を決めるのに時間をかけすぎたのかな。のんびり仕掛けてるうちに空調が効いてしまったみたいね。美晴たちの部屋入ったばかりなのにまほろたちの部屋より暖かかった。違和感にプラス1ポイントって感じかな。案の定仕掛けは見破られ目論見に気づかれてしまったってとこだね。驚いて部屋の外に出てきたところもこっそり撮影するつもりだった？マネージャー、一つだけ確認していいかな。特権のプロモーション番組ミステリーチューブ、それ自体はちゃんと本当の番組だよね。だってさ、よかったねリコ。本当によかった。マネージャーたちのシナリオとは違った結果になったけど、それでもこれ特典映像には使えるよね。はい、じゃあこれにて一件落着ね。いや、まだ終わってない。まだ何かあるの？このドッキリ企画に関わった人物がもう一人。それはもう一人？どういうこと？このドッキリ企画に関わったもう一人の人物。それは美晴、あんたね。やっぱりバレてた？最初はマネージャーやディレクターだけが仕掛ける側だと思ってた。
だけど途中でどうもそれだけじゃない何か引っかかるものを感じてた。ところどころ不自然な点は多かったんだけど、決定的だったのは朝1本目の動画の騒動の後、待機するよう言われた時、さりげなく部屋に誘導したよね。あれはもちろんこの時計仕掛けのうめき声を聞かせるため、マネージャーたちと決めておいたことでしょ。大当たり。さりげなくこのホテルが心霊スポットだと語って聞かせたのも恐怖を煽るためにだよね。そしてうめき声が鳴ってみんなが怖がったタイミングで外へと誘導する。そうでしょ、みはる。さすがまほろね。どういうこと？みはる？説明してほしいな。みはる、どうして？どうしてってそんなの決まってるじゃない。このアニメをもっとたくさんの人の目に届けたかったの。もちろんみんなが傷ついたり悲しんだりするのはダメだけど、それ以外なら何でもした方がいいって思ったの。だからこの企画に協力してほしいってマネージャーさんからお願いされた時、私喜んで引き受けたの。なるほどね。まあ確かに結局誰も傷ついてはいないか。まほろが気になったのはリコの MC まで仕込みだったのかどうかってとこだけだしね。それは本当に良かったよ。最後はマネージャーもディレクターも驚かせて楽しかったのかな。まあ結果的にだけど。ただみはるところどころ企みを隠しきれてなかった。それは演技が下手だったというより、むしろわざと気づかせようとしてたように感じたんだけど。そう？違うの？私はどうしたら一番面白くなってディスクを買ってくれたお客さんに楽しんでもらえるか、最初からそれだけしか考えてなかったの。つまり実はみはるが黒幕ってこと？そういうことかもね。まほろたちやマネージャー、スタッフもみんな最初からみはるの手のひらの上だったってこと。みはる、恐ろしい子。やだ、何よ、黒幕とか恐ろしいとか。もうみんなそんな言い方良くないよ。もしかして新幹線のチケットにも何か細工したの？あれは本当にマネージャーさんのミス。そう。じゃあそういうことにしとく。なんだみはる、そういうことね。最初から私たちにも言ってくれれば。何でも協力したのに。だからそれじゃあドッキリにならないでしょ。ってなんで仕掛けた側の弁護しなきゃなんないのよ。ねえマネージャー、もう収録終わりってことでいいのかな？いい絵撮れたでしょ？それでミステリーチューブ
第2回の収録は予定通り明日だよね。それまでは？さあ、みはる、リコ、あや。せっかく青森来たんだし、美味しいもの食べに行こう。もちろん経費でね。いいね。私ら頑張ったもんね、マネージャー。いろいろありすぎてお腹空いちゃった。私も。やったー、そうこなくっちゃ。さあ、みんな行こうか。私たちの青森はまだ始まったばかりね。みんないる？どうしたの？さっきマネージャーさんからこれ預かってきたの。何それ？この前のドッキリ企画のマスターアップ版のデータ。やっぱり映像特典になるみたい。へえ、編集終わったんだ。みはるはもう見たの？まだ。みんなと一緒に見ようと思って。じゃあ見よう。やっぱバッチリ新幹線の車内で撮られてたんだね。みはる超寝てるじゃん。もう私は味方だったんだから、こんな恥ずかしいとこ撮らなくていいのに。あ、これは録画を確認してる時だね。あや、顔引きつりすぎでしょ。ウケる。もうリコも同じようなもんだと思うけど。何これ、途中からずっとまほろのターンじゃん。コンセプト変わっちゃってる。そうするしかなかったんじゃないかな。これならきっとディスク買ってくれた人喜んでくれると思う。みはるの目論見通り？私は何も目論んでなんかいませんよ。まあいいんじゃないかな。私の変な顔のとこが入ってるのはちょっとへこむけど。予約しなきゃ。いろいろバタバタした収録だったけど、こうして見るとなんだかんだみんな楽しそうじゃん。今思い出してみると実際ちょっと楽しかったかも。見てる人も自分たちもみんな楽しいのがやっぱり一番。次はもう少しゆとりのあるスケジュールにしてほしいけど。笑ったらお腹空いてきちゃった。どういう仕組みなの？あれ？棚に置いといた私のクッキー知らない？まだ残ってたはずなんだけど。それならリコが知ってるかもね。服についてる粉みたいなの、きっとクッキーのかけらじゃないかな。うわあ、まほろ、もういいでしょ、そういう探偵みたいなのは。